ねえ、ヒロシってさ、結婚してんの？え、独身？ぶそうよね。あんたみたいなブサメン中卒と結婚したら人生終わりだもんね。結婚する女なんていないわよね。そう言って中学の同級生のしおりは俺のことを指さして大笑いした。彼女は今は俺の会社の社長秘書だ。彼女は美人で中学の時から学校のマドンナ。成績も優秀だったため先生たちからも一目置かれていた。そんな彼女とまさか社会人になってから再会するとは。美しい彼女の本性を知っている俺は到底再会を喜ぶ気にはなれなかった。俺の名前は宮本浩志、27歳のサラリーマンだ。仕事は大手メーカーの事務職。俺の家庭は小さい頃から貧乏で母は病気がちだった。お金がなくて俺自身が中卒で働かざるを得ないような状況だった。中卒の俺が見つけることができた仕事は自宅の近くにあった工場で働くことだった。仕事は機械の組み立てで正直面白い仕事ではなかったけれど、大人に混じって朝から晩まで働いた。俺の母は自分のせいで俺が高校に通えなくなったとひどく自分を責めていた。母にそんな思いをさせたくなかった俺は中卒でも後悔していないことを示すために努めて毎日明るく振る舞うことにしていた。面白いもので母に対して明るく元気に振る舞う努力をしているうちに、いつしかそれが俺の性格になっていったようで、工場でも自然と同僚や社員に対して明るく振る舞えるようになっていった。どうやらそのことが良かったらしい。そのうち上司であった社員の一人が俺のことをよく見てくれるようになり、次第に下っ端からリーダー格の仕事を任されるようになっていった。今の時代、中卒でもパソコンくらい使えないと仕事にならんぞ。その人はそう言って俺を社内の研修に参加させてくれ、俺はパソコン操作やビジネスマナーなどの社会人としての基本事項を学ぶことができた。そしてしばらくは工場のリーダーとして何年も下働きを続けていたのだが、今年になってから大きな転機があった。それはいきなり本社の事務職に抜擢されたのだ。理由は今年から就任した新社長の佐山さん。彼は業界の風雲児として有名で、社内に新しい風を吹かせたいとずっと考えていた。そこで就任直後に今まで学歴や勤続年数によって決められていた役職を撤廃。能力のある人間をバイトや派遣からどんどん社員にして社内の活性化を目指したのだった。そこで俺も以前から目をかけてくれていた上司の勧めで中卒にもかかわらず社員になることができ、しかも本社勤務を仰せつかったのだ。正直とても嬉しかった。ところが本社勤務になった直後に俺の周りには暗雲が漂い始めた。その原因は、しおり。あら、ヒロシじゃない。本社に移動した数日後、上司の代わりに社長室に資料を届けに来た俺は、そこで社長秘書のしおりと遭遇して驚愕した。彼女は俺の中学校の同級生だったのだ。なんだ、知り合いかね。社長がそう尋ねると、彼女はニコニコと笑っていった。はい、そうなんです。ヒロシったらこんなとこで会うとは思わなかったわ。これからよろしくね。社長の前でしおりは愛想よく話しかけてきた。美しく整った顔立ち、長いまつげに可愛らしいえくぼ、女性らしい細い肩、綺麗な巻き髪、まるで絵に描いたような美人だった。普通の男性だったらこんな彼女に微笑みかけられたらクラクラしてしまうかもしれない。だけど俺は逆にゾッとしたのだった。俺は彼女の顔を見て中学時代のことを思い出した。私の名前はしおりと言います。名前の由来は本に挟むしおりです。しおりのようにみんなの人生の中で記憶に残るような存在になりたいです。初めて中学で同じクラスになった時、
彼女はこんな風に挨拶していた。美人で利発そうな彼女にクラス全員がざわめき立っていた。俺もその時はこんなに可愛くて頭の良さそうな子がうちの学区にいたんだなと感心したものだ。実際それからというもの、彼女は学校中のアイドルのような存在だった。だけどその印象は数ヶ月後に打ち砕かれた。それはある日、俺は風邪で休んでいた期間の歩行を受けるために遅くまで残っていた。やっと終わって帰る時間には部活をやっている生徒たちも大部分が帰ってしまっていた。そんな時のこと、下駄箱に向かって急いでいると女子トイレの前で声がした。ちょっとあんた、黙って言うことを聞きなさいよ。私がこの学校でどれだけ有名か知ってるでしょ。私に逆らったらあんたみたいなブス、学校から追放してやるんだから。ひどい言葉が聞こえてきた。声の主は女子トイレの中だから覗けなくてわからない。そのまま窓の外に立って聞いていると、すすり泣く声が聞こえる。しばらく隠れて外で待っていると、トイレの中から2人の女子生徒が出てきた。1人はしおり、もう1人は同じクラスのゆか。ゆかは見た目がちょっとふっくらしていて、性格も温厚なためクラスではいじられキャラになっていた。よく見るとしおりの手には札束が握られている。どうやらカツアゲのようだった。まさか才色兼備な彼女がこんなことをしているなんて。びっくりしている間に2人とも帰ってしまったのだが、これは見過ごすわけにはいかない。俺は次の日、学校の先生に相談した。だけど日頃からしおりのことを才色兼備だと信じて疑わない先生たちは俺の話を信じようとしない。けれども俺がしつこく話をしたので、とうとう重い腰を上げてゆかにも事情を聞いてみたそうだ。するとカツアゲの事実が発覚し、先生たちは驚愕。学校一のマドンナは一夜にしてカツアゲ犯として生徒指導を受ける羽目になってしまったのだ。だけどこのことは先生たちとしおりの間でだけ話し合われて、他の生徒には知られなかった。それは彼女の父親が金持ちで学校に対して多額の寄付を行っていたから。先生たちも学校でのしおりの対面が傷つかないように余計な配慮をしたのだ。けれども彼女はどこから聞きつけたのか、俺が先生にタレコミしたことを知っているらしく、あんたよくもやってくれたわね。ブサメンで母子家庭の底辺のくせに、絶対許さないから。そう言ってまるで般若のような形相で睨んできた。その後彼女は俺の悪口を言ったり、上履きやノートを隠したり、中学を卒業するまでいろいろと嫌がらせをしてきた。だけど中学卒業後は俺は働きに出ていたし、同窓会に出席することもなかったから彼女との縁は切れた。そう思っていたのだが、新社長の就任によって再び会うことになるとは。あんたみたいな底辺がよくうちみたいな会社に就職することができたわね。社長室を出た後、誰もいない廊下で彼女は本性を表して俺のことを攻撃してくる。憎い俺の前では邪悪な本性を隠しきれないのだろう。ねえ、ヒロシってさ、結婚してんの？独身？そうよね。あんたみたいなブサメン中卒と結婚したら人生終わりだもんね。私はね、もうすぐ彼氏と結婚する予定なの。超イケメンよ。それに社長からも信頼されていて仕事も順調。あんたとは大違いでしょ。こんな風に一方的に罵倒してその日は去っていってしまった。だけど大変だったのはここからだった。困ったのは彼女が執拗に俺への嫌がらせを続けてきたこと。机の上に置いていた契約書類を勝手にシュレッダーに破棄したり、俺宛てに来た電話を受けておいてわざともみ消したりするのだ。そんな彼女の嫌がらせが積み重なって俺の仕事ぶりの評判も次第に落ちていった。ヒロシ、
どうしたんだ。いい加減にしろ。今月だけで重要書類をなくすのは3回目だぞ。それにライラック社の担当者から折り返しの連絡を待っていたのにすっぽかされたと苦情の電話が来た。社会人として最低限の仕事もできないのか、君は。ついに上司からの叱責を受けるようになってしまった。犯人はしおりに決まっている。このままだとせっかくの本社勤務も彼女のせいでどうなるかわからない。俺は不安に苛まれた。そんなある日のこと、大変な事件が起こったのだ。おい、トライアル社との契約書類がなくなっているぞ。一体誰が管理していたんだ。上司が大声で言った。周りの社員たちも騒然としている。契約先は超大手取引先で3億円規模の商談の書類だった。それは社長自ら手掛けた案件で、契約書の保管を俺が仰せつかっていたのだ。それが今朝上司が閲覧しようとしたところ、社内の指定された保管場所からなくなっているという。またお前か、宮本。重要書類の保管もできないのか。上司は呆れたように言う。いえ、確かに昨日印鑑の確認などで俺が持っていましたが、保管場所に戻したはずです。じゃあどうしてないんだ。いい加減にしろ。あの契約は3億円規模なんだぞ。契約書を紛失したことが先方に知られたら一体どういうことになるか。その時、つかつかと進み出てくる足音が聞こえたかと思うと、勝ち誇ったような顔のしおりが現れた。彼女は俺の方を見て、まあ契約書をなくしたですって。とんでもないこと。それじゃあ社長に報告して処分してもらわないといけないわね。何せあれは社長直々に交渉された案件ですからね。どんなにお怒りになることかしら。おほほほほ。彼女は今まで社内を探し回っている俺たちの様子を高みの見物でもしていたんだろう。わざと後から出てきて嫌味を言ってきたのだ。絶対に彼女の犯行に決まっているのに。みんなが困っている時に笑わないでください。それに俺は書類をなくした犯人じゃない。彼女の言葉にムッとした俺は言い返した。すると、あら失礼。でもヒロシは中卒でしょ。やはり新社長がいくら寛大とはいえ、中卒の学歴の低い人間に仕事をさせるのは無理だったみたいね。だって常識がないんだもの。今日の彼女はみんなの前でも遠慮なく皮肉たっぷりにそんなことを言ってのけた。すべては俺を失墜させるのが目的だったのだ。例の重要な契約書類をシュレッダーに入れて、その罪を俺になすりつけるつもりなんだ。残念ながらゴミは今朝収集に出してしまっていて、今からシュレッダーを開けても何の意味もなかった。すべて彼女の計画通りなのだ。こちらを見ながらニヤニヤ笑っているしおり。表面上は笑っていたけれど、この奥には俺にカツアゲを暴かれた時に凄んでみせたあの般若のような形相が潜んでいるに違いなかった。その時、何、書類がなくなったっていうのは本当か。社員が集まって騒いでいるのを見て、隣の社長室から社長がやってきた。はい、例の3億円の商談書類、ヒロシさんが破棄してしまったみたいなんです。彼はこれ以外にも重要な取引先への連絡を忘れたり、いろいろと問題が多発しておりまして、やはりこの部署には向いてないのではないでしょうか。僭越ながら私の見解によると、中卒の人間には本社勤務はさせるべきではないと思います。社長が現れると鬼に金棒といった調子で、しおりは喜んで話をする。俺の置かれた状況は絶対絶命。中卒社員の俺がまさに今左遷、もしくは首の裁きを受けようとしているところだった。せっかく工場勤務から本社の事務にまで来たのに、こんな悪徳秘書のせいでダメになってしまうのか。だけど俺には秘策があった。実はこの時を待っていたのだ。深呼吸して息を整えると、ゆっくりとこう言った。書類ならここにありますよ。なあ野村、昨日預けた書類出してくれよ。え？
周りのみんながポカンとする中、俺はその場にいた同僚の一人に声をかけた。するとその同僚は「おう」と返事をして自分の鍵付きのデスクを開けると、そこから一通の書類を出してきた。突然出てきた書類に周りのみんなは騒然としている。だけど一番驚いているのはしおりのようだった。これは間違いない。例の3億円の契約書類だな。なんだ、あるじゃないか。よかった。中身を見た社長は納得する。だけど、そんな。横で見ていたしおりは顔面蒼白だ。そりゃそうだろう。自分がシュレッダーにかけたはずの書類が思わぬところから出てきたのだから。実は最近俺の仕事の書類を誰かが勝手にシュレッダーにかけているので、予防策として同僚に預けていたんです。保管場所には本物の代わりにコピーを入れておきました。そして犯人を捕まえるために監視カメラを設置していたんです。なんだと？じゃあ犯人は分かったのか？そう尋ねる社長に、はい、バッチリ映っていました。このスマホの映像を見てください。秘書のしおりさん、あなた契約書類をシュレッダーにかけましたよね。そう言って俺は自分のスマホの録画映像をみんなに見せた。そこには保管場所から書類を持ち出して破棄する彼女の姿がバッチリ映っていたのだ。しおりくん、まさか君がそんなことを。社長もとても信じられないといった顔つきだ。だけど彼女はここですんなり認めるような人じゃない。私に罪をなすりつけようとするなんて、いかにも中卒の底辺ね。そんなことを言ったのだった。だけどそんな彼女に対して俺は言ってやった。犯罪者が何を言っているんだ。はあ？犯罪者ですって？あなた何様のつもり？確かにシュレッダーにかけたけど、それは重要な書類じゃないと思ったのよ。今日はゴミの日だったから、社内にあるいらない書類も出してしまおうと思って。契約書だって知っていたらシュレッダーにかけるわけないじゃない。ねえ社長。彼女はそう言って言い逃れしようとする。だけど、ここに証拠があります。契約書の件とは別に、しおりさん、あなたが犯罪者である証拠が。そう言って俺はみんなの目の前にあるものを差し出した。これは会社の通帳じゃないか。社長のその言葉を聞いた途端にしおりの顔が青くなるのを俺は見逃さなかった。社長は俺が差し出した通帳を開いたが、次の瞬間、どういうことだ？積み立てが解約されて5億円以上の預金が引き出されているじゃないか。社長の一言に周りは騒然とする。社長、そうなんです。社長秘書で経理の業務を一人で担っていた彼女は会社のお金を食い物にしていたんです。自分が通帳を管理していることをいいことに、彼女の彼氏は詐欺師で偽造通帳の作り方にも長けていた。だから会計検査の際には偽の通帳を提出してバレないように画策していたんです。その通帳は俺がこっそりしおりさんのデスクから抜き取った本物の通帳です。なんだと？俺が調べた事実に周りのみんなは驚いている。嘘よ。ヒロシが会社を混乱させるために偽の通帳を作ったんですよ。会社の口座にはちゃんとお金が入っています。この通帳は偽物。彼女はそう口から出まかせを言って騒いだけれど、無論そんなことで許されるわけがない。とりあえず取引銀行に連絡して支給残高を確認することになったのだが、しおりはトイレに行くと言ってちょっと俺たちが目を離した隙に会社から逃げ出してしまった。そこで慌てて社長は警察に連絡し、彼女を捕まえるために応援を要請した。どうやら彼女はアパートにも帰らず、彼氏と一緒に夜逃げをしようと企てたらしい。俺たちは警察に連絡して張り込みをし、会社の最寄り駅にやってきた彼女を詐欺師の彼氏と一緒にそのまま捕まえた。警察官に取り押さえられた彼女は、くそ野郎、私を誰だと思ってんのよ、話せっつってんだよ、このと本性を丸出しにしてすごい形相で怒鳴っていた。これには今まで彼女のことを信頼していた社長も同僚たちもはっきりと目が覚めてしまったらしい。みんな暴れる彼女を見てただただ呆然としていた。
その後の調べによると、彼女は前の会社時代から会社のお金をちょろまかす悪癖があったらしい。最初は交通費とか小口現金とか小さなお金だったのが、だんだんとエスカレートして積立口座からお金を抜くなどという大規模な事態になってしまったようだ。さすがに支払い口座や受取口座など常に入出金がある口座は手がつけられなかったが、積立口座はほとんどお金が動かないのでターゲットにしたのだった。彼女たちは社長の印鑑を盗み、銀行には資金繰りのために一時的に解約することを社長が決めた。だけど流行りの風にかかったために直接社長が出向くことができない。秘書を向かわせるから代理で解約手続きをさせてほしいなどと適当に言ってお金を不正に引き出して自分たちのために使っていたのだった。彼女は俺にももうすぐ結婚するなんて自慢したけれど、どうやら盗んだ金で詐欺師と挙式を挙げ海外を豪遊する計画だったようだ。数ヶ月後、裁判所で会った時のしおりは以前の面影は全くなく、ガリガリにやつれて髪の毛をボーボーに振り乱し、まるでヤマンバのようなありさまだった。同じ人と言われても信じられないくらいに変わり果てた姿になっていたのだ。そして彼女は実刑判決を受けた。初めて中学で彼女と会った時、しおりのようにみんなの人生の中で記憶に残るような存在になりたいですなんてクラスメートの前で得意げに挨拶していたけれど、間違いなく変な意味で俺の記憶に残り続ける人間となってしまった。その後、俺は彼女がいなくなった会社で経理の仕事を仰せつかり担当している。社長も彼女が優秀だと勘違いして一人の秘書に権力を集中させすぎてしまったことを反省したらしく、今では秘書家としてチームで仕事を行っている。だけどその方が会社の風通しが良くなってみんな働きやすくなり良かったと社内では好評のようだ。